ふくらはぎを一回り法則していきましょう。皆さんこんにちは、中川祐希です。今日はいくつかのストレッチを組み合わせてふくらはぎを法則、さらに二度とふくらはぎ太りを繰り返さない方法というのをご紹介していきます。最初からしっかり説明を聞いてもらえれば、あなたの足は確実に綺麗に変わっていきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい、ではまず動く前にですね、足が太くなる原因の解説をしていきます。これを知ることで、ふくらはぎが二度と太くならないように変わっていきますから、しっかりと理論を押さえておいてください。まずはふくらはぎが太くなってしまう原因の解説です。大きく分けてふくらはぎを太くしてしまう原因は2つです。この2つをしっかり押さえておかないと、エステをしても、運動をしても、ストレッチをしても、なかなかふくらはぎが痩せない。下手をしたら逆に足首が太くなってしまう。そういった現象が起きてしまうので、しっかりとここの理論は押さえておいてください。まずふくらはぎの筋肉で、足首のラインを構成するのは大きく分けて2つのふくらはぎの筋肉、腓腹筋とヒラメ筋です。腓腹筋は上半分の大きなボコッと膨らんだ筋肉です。それに対して下半分のヒラメ筋は足首の筋ありますね、アキレス腱と言います。この筋につながる下半分のふくらはぎの筋肉です。特に多いのは女性の場合、ヒールを履いたりつま先立ちの状態で長時間立っていたり、もしくは常につま先でぐっと地面を踏みしめているような方、立ち仕事でずっと踏ん張っている方というのは、下半分のヒラメ筋がぐっとふくらはぎを引っ張ってしまう。その結果、腓腹筋も下がってふくらはぎ全体がボテッと下の方に落ちてしまいます。そうなるとアキレス腱、この筋が埋もれて見えなくなる。さらに下半分のヒラメ筋が大きく肥大してどんどんふくらはぎが太くなる。さらに血液循環が悪くなってしまいます。ふくらはぎの筋肉というのは第二の心臓と言われるぐらい、むくみや疲れを取り除いてくれる筋肉です。ここが縮こまって硬くなると、血流を心臓へ戻すポンプ作用がなくなってしまいますから、どんどんむくみもひどくなってしまいます。ふくらはぎの筋肉が硬くなり、血液循環が悪くなる。さらにむくむ。このサイクルを繰り返してしまって、どんどん負の連鎖に陥ってしまいます。なのでまずふくらはぎ、特に下半分のヒラメ筋というのは柔らかくする必要があります。そして2つ目の原因はバランスです。バランスというのは、例えば靴下を履く時にぐらついて立てないとか、つま先立ちヒールを履いて立っている時にすぐバランスを崩して転倒しそうになっちゃう。足首がぐねりやすい。こういった方は実は足首の筋肉、バランスが非常に悪いです。というのも、ふくらはぎの内側半分、外側半分で均等に筋肉が使えていれば、立った時にこうやって足首がね、グラグラってすることはないんです。このグラグラするために内側の筋肉、外側の筋肉が頑張って倒れないように踏みしめようとしてしまうから、無駄にふくらはぎの筋肉が大きく肥大をしてしまいます。つまり常にふくらはぎが筋トレ状態。ふくらはぎをね、太くしたいボディビルダーの方や、このメリハリをつけたい方にはすごくいいんですが、ふくらはぎを細くして美脚なラインを作りたい方や、すねの外側の湾曲、張り出しをなくしてスッとブーツを履きたい、そういった方にはこのアンバランス必ず直しておいた方がいいです。この2つを簡単にチェックする方法がありますから、早速チェックやってみましょう。まずは1つ目の足首の硬さのチェックです。皆さん、足をポンと前に置いて何も考えずに足首曲げてみてください。曲げれました？で、この時に自分の足首見たらどうですか？指が反ってる方、これはね、もう足首が硬くなってるサインです。というか、足首の関節がうまく使えていない。というのは、普段地面を踏みしめて立っている方や、ヒールを履いている方は、常に足首を伸ばしたような状態、ふくらはぎの筋肉が縮むことで、ぎゅーっと足首が伸びるんですが、この状態で立っていると、常にふくらはぎが硬くなってますから、伸びた足首を曲げようと思っても、ここが邪魔をして曲げれない、足首が曲がらないから、指先を反らす、こういう動きでごまかそうとしてしまうんです。つまり、指先を伸ばしたままで足首を曲げることができない方というのは、もう足首はね、どんどんの方がほぼ硬くなっていると言っていいと思います。つまり足首を曲げようとした時に指先を反ってしまう方というのは、ふくらはぎの筋肉が硬くなっている可能性かなり高いです。今からやっていくストレッチ必ずやってください。そしてバランスですが、皆さんチェックをしてみましょう。足を拳1個幅ぐらいにして立ちます。このまま普通にバランス、片足立ち立てますか？これで足先、足裏がグラグラってしちゃう方というのは、もう常にふくらはぎが筋トレ状態で歩くたびに肥大化してしまいます。どうでしょうか？反対側の足も、5秒ぐらいね、問題なく立てれば OK。これで大丈夫な方は、まずはレベル1クリア。次はレベル2、かかと同士をつけて、つま先は拳1個開いた状態。これで上げ下げ。これも何も意識せずに上げ下げをして、かかと同士が離れる方はアウトです。バランスが悪いです。あとがずっとついたままで上げ下げ、自然にできる方はバッチリ。足の歪みも少なくバランスが良い状態です。最後ステップ3のチェック。これができたらかなり優秀です。つま先立ちにして、かかと浮いてますね。この浮いた状態で、ほっ、バランス。かかと浮いてますよ。反対側もバランス。
これで大体3秒から5秒ぐらい耐えれる方は、もう相当足首のバランスだったりとか使い方うまいです。今の3つのテストをした中で3つ目までできる方はかなり優秀です。ただもし1つ目2つ目でペックに引っかかってしまった方、またはつま先出して立った時におーっとってなってしまう方も、今からやっていくエクササイズをコツコツ繰り返してもらうことによって必ず足のラインが綺麗に変わっていきますから、一緒に頑張りましょう。では今からエクササイズをしていきます。まず最初にふくらはぎを柔らかくする足首のストレッチ。その後にバランスを良くするエクササイズ。この2ステップでしていきます。使うものは雑誌がある方、分厚めの雑誌があったらね、このように足首伸ばす時に使えますから、ぜひ準備しておいてください。階段とかでもいいですね。あとはね、屈伸するだけなんでそんなにベースはいりません。支えになる壁とかがあったら便利かと思います。では行きましょう。はい、では段差に足を置いて、かかとを地面に。まずこれだけです。これでもね、ふくらはぎしっかり伸びてくると思います。このままキープをして、ゆっくり息を吸って長く吐いて、これだけでもいいですし、足を交互に歩くようにウォーキング、右左、かかとを地面にギュッと押し付けるときにふくらはぎが強く伸びていきます。しっかりとふくらはぎの筋肉を縮めたり伸ばしたり繰り返しながら柔らかくしていきます。ふくらはぎに大事なポイント、かかとをしっかり地面に近づける。ふくらはぎ無理しないで、つりそうな方はキープしたままでも大丈夫です。 OK、 休憩。ちょっとリラックス。今度ですね、この動き、両方のかかと近づけたまま膝だけを曲げます。膝を曲げる、これがポイント。膝を伸ばしたままかかとを近づけると上半分の腓腹筋が伸びてます。この膝をぎゅーっと曲げると下半分のヒラメ筋がしっかり伸びてきます。ただもう長年固まっている方はちょっとやそっとじゃヒラメ筋伸びてくれません。もう何十年もね、この体をずっと支えて固まりきってますから、2、3週間とか1ヶ月は続けてもらう必要がある方もいますね。少し分かりやすいように僕向きを変えます。皆さんこのままこんな感じ。足はだいたい拳1個幅ぐらいで、膝のお皿はまっすぐ人差し指と同じ方向です。OK です。できるだけね、かかと人差し指をまっすぐ揃えておいてください。はい、では片足今度は近づけて地面に押し付ける。このまま膝をちょっぴり曲げる。よいしょ。さらに反対の足でこの足首の付け根をちょっとねギュッと押す。胸骨といって足首を曲げるときに詰まりになりやすい骨があるんですが、ここをねちょっと押してあげることによってちょっぴり曲げやすくなります。膝はね少しできたら曲げといて、人差し指とお皿と股関節まっすぐ前を向いてますね。必ずこの向きは揃えましょう。特に人差し指に対してお皿が内側を向きやすい、こういった方はめちゃめちゃ足歪んでますから気をつけて。ふくらはぎが太くなったり捻挫の原因です。 OK。 はい、今度反対側、かかとをぎゅーっと地面に近づけてちょっぴり膝を曲げて、はい、キープします。でこの足首のここら辺、ど真ん中ら辺ですね、くるぶしボコッと出っ張った内側外側のちょうど真ん中ら辺を押していきます。足指でもかかとでもいいし、押してあげることで少し足首曲げやすくなります。しっかりとかかとを押し付けてふくらはぎの筋肉をストレッチ。膝をね伸ばしている時しっかりふくらはぎ伸び感あるっていう方も、曲げるとあれなんか伸びないなっていう方は下半分ヒラメ筋めちゃくちゃ固まってますからね、苦手な方をたくさん伸ばしてください。伸びを感じにくい方。深く長い呼吸。 OK。 はい、では今度は足を一直線上、一本の線上に人差し指とかかとを置いて、壁があったら壁持っといてもらって OK。 屈伸です。はい、この時に人差し指お皿、か
かかとが一直線のライン上、後ろの膝が前の膝にぶつかる方はこれ足首歪んでます。めちゃめちゃバランス悪いので、後ろの膝はちょうど正面向いてますから前の膝にはぶつかりません。これ後ろに置いた足の足首のねじれや歪みの調整、ふくらはぎの筋肉のバランスを調整してます。バランス調整の1種目目、バランス調整種目は3種目ここから続いていきます。何もね持たずにできる方はこれでバランスを取れるように、これもね結構大事。深い呼吸を繰り返して、はいです。入れ替えましょう。できたら足の親指と人差し指を開いて、かかとをこの間にぶっ刺すような感じで、よいしょ。はい、軽く屈伸です。これはトレーニングというよりは歪みを整える調整の種目なので、筋トレとは思わなくていいです。グラグラグラってしやすい方ほどまずは支えを使う。でもガシッとはつかまない、添えとくだけ。あくまで自分の体幹や足の力でバランスをとってください。自分で調整バランスを意識してコントロールすることが大切です。で、体幹もうまく使える方は手や肘を完全に固定すると足先手先でバランス取れません。しっかりと体幹部、お腹ですね、こういったところでバランスが取れますから、慣れてきた方は手でごまかさないように体幹部でバランスを整えて、はいです。はい、では一歩前に足を踏み出して踏み込んだ状態で屈伸をしていきます。人差し指を皿一本の線上綱渡りするような感じ。これでぐらつかなくなってくるとかなり優秀です。バランスが良くなってきます。屈伸ね、深くやって膝が痛いよとかしんどいよって方は浅くて OK、 もしくは止まって呼吸してバランスを取るだけでもいいですよ。このまま続けてください。よいしょ。で、しっかりと曲げるときにここお尻にも力が入るといいです。特にこれふくらはぎにめちゃくちゃ力入る人はふくらはぎの筋トレが強まってますから、しっかりヒップや体幹でも力を分散します。しんどい。もう一丁。 OK。 最後はかかとをつけてつま先は拳1個分ぐらい開いて、このままつま先立ちをします。アップ。はい、これでかかとはつけたまま膝のお皿を外向きにします。かかとつけてね、膝同士がボーンってぶつかる方、このままやると足歪んでしまいます。ふくらはぎが外側に湾曲してしまいますから、必ずかかと同士つけたままお皿は外向き。どうでしょうか。これでかかとがクラクラクラってなっちゃう方、開いちゃう方も極力かかと同士をつけたままで頑張ってください。暑いですね。こんだけ熱くなってると筋肉がね喜んでくれてます。どんどん体の体温が熱く、汗も吹き出していきます。もう一息。いいです。 OK、 お疲れ様でした。バランスを取ったり足首を柔らかくするストレッチをしたり、これだけでも足首のラインが変わっていきます。特にバランスが苦手な方や足首が硬い方は必ずストレッチだけでも構いません。毎日続けてみてください。ぜひこの動画のご感想はコメント欄の方へお願いします。そして高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。